皆さん、こんにちは。今回ご紹介するトピは、アラフォー女性におすすめのファンデ、下地です。それでは、どうぞ。私は化粧品にお金をかけるタイプではないので、プチプラばかり買ってきました。キャンメイクやセザンヌやチフレ等です。でも最近はカバー力が足りないのか外出した時に外で鏡で見たら、くすみや肌ムラやシミ小じわが多すぎて年寄りすぎる自分の顔にショックを受けました。少し高いのを使ってみたいけど、ブランドも種類も多すぎてどれを買っていいかわかりません。皆さんのこれっていうおすすめがあれば買ってみたいので、ぜひ教えてください。ちなみに、乾燥してるらしいけどテカテカもします。ランコムのタイドルウルトラウェアリキッド使ってる。下地もランコムの。ここ数年ずっとミネラルファンデ使ってたんだけど、主さんみたいに年齢とファンデが合ってないなと感じて、口コミの良かったランコムにしました。結果、めちゃくちゃいいです。すすき付きなのに綺麗で高いだけの価値はあるなと思います。次なくなってもランコム買います。私もアラフォーになってタイドルにしてから数年リピートしてる。最近下地も揃えたけど最強に崩れないね。薄付きなのにシミそばかすはある程度は隠れるしコスパもいい。しっかり保湿すれば個人的には乾燥も気にならないかな。主さんの肌は水分不足で足りない水分を補うために油分が出てきてるのかなって思ったから、スキンケアで水分補給のパックもしてみたらどう？私も昔そうだったから。私は今は下地はブリリアージュ。肌の赤みもくすみも消えるしシミもほとんど見えなくなるよ。ファンデはツヤ肌にしたいからドルガガのグロリアスファンデーションを使ってます。日々のスキンケア大事よね。手間かかるけど、朝パックすると化粧のりも良くなるしおすすめします。若い頃はプチプラばっかりだったけど、40超えてベース、下地、ファンデ、おしろいはそこそこの値段のに変えたよ。今はポール&ジョーの下地にディオールのリキッド、コスデコのおしろいです。多少は崩れるけど汚くならない。春夏はトーンアップ CC とパウダー。秋冬はラクチュール BB とパウダーで分けてますが、どちらも1日持ちます。しっかりメイクしたいときはエスティローダーのダブルウェア使いますが、これは下地もセットで使わないとガビガビになります。グレイシーピンクとメディアオレンジとグリーン、部分使いとして使ったことあるよ。どれも軽いつけ心地でいいね。落とした後、肌が疲れてるってことがない。クレドの下地とクレドのファンデ、種類は多いから肌に合ったタイプを教えてもらう。40代乾燥肌色白皮膚薄いですが、レアミネラルの下地いいです。潤ってくすみが消えます。フローレスフィットはコンシーラー張りにシミが隠れるよね。シミは隠れるけど粉体が多いのかシワと毛穴が目立って肌がバサバサに見えます。下地はやっぱりこれ、クレドポーのボワールコレクチュール N。しっとりするし化粧持ちもいいよ。私は夏場も使ってたけど手からなかった。香りがついてるけど、そこまで癖のある香りでもないから万人受けすると思う。アラフォーで荒だらけの肌だけど、これにパウダーで自然に肌が綺麗に見える。今までいろいろ試したけど、この下地が一番いい。同じクレドのシャカシャカのタイプは少しよれてしまった。クレドの下地いいですよね。私は油性肌なのでこちらを使っていますが、塗った瞬間から肌が綺麗に見えるし、下地とパウダーだけでもいいくらいにつるんとします。こちらのクレドポーの下地いいですよね。私はアラフィフ混同肌ですが、リピートしています。色はつきませんが、皮脂を吸着してくれて素晴らしいです。上にクレドポーのパウダリーファンデーションを使っています。アラフォーですが若い時からマックで揃えてます。今でも特に違和感ないので使い続けてます。プチプラとまではいかないけどデパコスよりは安いかな。鼻の毛穴やばいからメイベリンのポアプライマー使ってる。先に塗っておくと下地塗った時点でほぼ平地になる。見た目はセリンっぽいのに塗るとサラッとする不思議な質感で肌に悪くないのかなと思うけど手放せない。隠したくて厚塗りすると余計に老けて見えるので、クッションファンデーションだけ使ってます。私は乾燥肌なのでテカテカするくらいが好みで、ジョンセンブルのスキンルーダーをずっと使ってます。ドラストで扱いのあるメディアのファンデーションはリキッド、クリームどちらも優秀だと思う。 YSL のこれ、学生時代からアナスイのファンで化粧品使い続けてたけど、30代になって化粧水つけて下地つけてファンで塗ってってやったらよれるようになった。 YSL にしてから全くよれない。難点は高いこと。オーラメルシエのクッションファンデは肌が綺麗に見えます。下地はマキアージュの紫のやつです。ずっと迷子だったけれど、やっといいかなというものに出会った。微妙にプチプラじゃないけど、サナエクセルのリキッドファンデとルースパウダーは優秀。薄付きでツヤもちゃんと出る。私も40歳だけど、
あらが目立つからといってカバー力重視にすると余計痛くなるんだよね。 YouTube でバズったチサランパサランのコンシーラーも試したらすごく良かった。デパコスを買うお金はないからドラコスでなんとかやりくりしてるよ。マキアージュのドラマティックスキンセンサーベース、保湿力はそこまでないけどカバー力があって崩れにくいです。これにおしろいだけでもいける。ただきちんとクレンジングで落とさないと毛穴がすぐ詰まる。中学生の頃ニキビがひどくて皮膚科に行っても綺麗に治らず、クレーター肌です。あれこれ試したけど薄付きで光で飛ばす系統のファンデだとクレーターが悪目立ちしなくていいなと思いました。クレドのルフォンドゥタンが一番しっくりくる。お高いけど少量でかなり伸びるからケチらず使っているのになかなかなくならない。実はコスパいいと思います。私もクレドのルフォンドゥタンオスは日中用クリーム代わりに使ってる。毛穴かきになる人がプライマー系の下地塗って粉体多いファンで塗ってたら毛穴はいつまでも開きっぱなし。スキンケア見直して光で飛ばすしかない。姿勢はだから20代アラサーまでエスティローダーのダブルウェア使ってたけど35歳過ぎた頃からシワに入り込むのが気になるようになった。38歳の今はクリアラストのフェイスパウダーのみに落ち着いたよ。カバー力もそこそこあるしシワへの入り込みと崩れが気にならなくなった。クリアラスト若い頃に使った時はいまいちだったけど肌って変わるもんだね。ランコムのローズ色の下地つけると乳白色の明るい肌になるから自分には合ってる。保湿力もあるから気に入ってます。ゲランの下地とパリュールゴールドフルイド何年も使ってるけどツヤ感素晴らしい。ツヤが好きだから下地はコスメデコルテのロージーグロウライザー。3800円くらいでそんな高くない。ファンデはマキアージュのドラマティックリキッド。カネボウカスックのリキッド行きたいけどマキアージュがなかなかなくならない。ルースパウダーはスック。コスデコのクッションファンデ。よかった。カバー力普通。つけ心地軽い。でも肌綺麗に見える。毛穴が目立つ混合肌です。ファンデつけると肌が汚く見えるしつけないと汚いしモードをしていいかわからない。美容皮膚科でマッサージピールを定期的に通ったら鼻や頬の毛穴が目立たなくなったよ。あんまり美容皮膚科信じてなかったけど効果がはっきりわかるなと思った。シャネルのペルフェクシオン、ルミエール、フルイード。汗かいても全然よれない。汗かきで毛穴が目立つやつです。個人的に RMK のクリーミーファンデーションは崩れにくい。ダブルウェアにコスメデコルテのおしろいをポンポンしただけでサラッサラッのお肌になった。レブロンのカラーステイ、崩れにくいからオイリーな自分に合うリップやチークも揃えて、レブロンがマイブームです。以上、ガルちゃんのトピをまとめてご紹介しました。気になる商品がございましたら、概要欄にも貼り付けていますのでぜひ、チェックしてみてくださいね。また次回の動画でお会いしましょう。